皆さんこんにちは。現在福島の白河インターチェンジを降りて約50分、標高約800メートルの天栄村を走っています。今回は二俣温泉の大丸あすなろ荘をご紹介します。二俣温泉の歴史は古く、開湯はなんと平安時代、秘湯という言葉が誕生した温泉地とも言われています。大丸あすなろ荘は日本秘湯守る会の名誉会長が経営する宿で、平安時代から引き継ぐ自噴泉応血岩風呂と渓流沿いの露天風呂が有名な秘湯宿です。今回は露天風呂内湯付きのお部屋に宿泊してきました。この動画では歴史と秘湯感たっぷりの露天風呂応血岩風呂を中心に、露天風呂付きのお部屋山の幸中心の豪華な食事までご紹介します。見どころたっぷりの動画となっていますので、チャンネル登録の上最後までじっくりとご覧ください。大丸あすなろ荘に到着しました。大丸あすなろ荘の創業は明治5年、高松宮さまがあすなろ荘と命名されたそうです。客室は全24室、ブナの原生林に囲まれてひっそりと佇む一軒宿です。オーナーである佐藤氏は1984年に日本秘湯守る会発足時の会長であり、現在名誉会長を務めています。エントランスはピカピカですよね。日本秘湯守る会ではスタンプ10個集めると1泊無料で宿泊できるというお得な特典があります。もちろん私もスタンプ長寿さんです。ロビーの一角はライブラリのようになっていました。工芸品やお菓子などが売られています。ロビーラウンジはとても広いスペースになっていますよね。ドリップコーヒーが無料でいただけます。景色は山の景色でした。チェックインです。フロントでは書類の記入のみ行い、その後すぐにお部屋まで案内してもらいました。お部屋でお風呂の使い方や夕食の時間などを説明してもらいました。はい、今回のお部屋はこちらの208シナというお部屋になります。それでね、鍵がねこんな感じのしゃもじのねキーホルダーがついてる、ちょっと変わった鍵ですよね。では入ってみたいと思います。そしてね、こちらが玄関ということになります。玄関はねこんな感じになってますね。まずこちら側にクローゼットがありまして、クローゼットはね上にハンガーがかかってますね。そしてね、こちらにはフェイスタオルとか歯ブラシとか、あとシャワーキャップなんかが置いてありますね。フェイスタオルはねこんな感じで大丸あすなろ荘というロゴが入ってますね。それからこちらにはバスタオルがあって、あとは浴衣と陣羽織がありますね。浴衣はこんな感じになってますね。それからね、こちらに冷蔵庫があります。冷蔵庫の中にはねビールとか、あとチューハイとかね、それから炭酸水がね入ってますけれども、こちらはねいずれも有料ということになってますね。そして上にはねグラスが置いてあります。さて、それではこちらからお部屋に入ってみたいと思います。そしてね、こちらがお部屋ということになります。まずね、こちらに4畳半の和室があって、そして奥の方にはね10畳ぐらいですね、10畳ぐらいの和室があるということで、4畳半と10畳の和室の2間ということになってます。まずね、ちょっと奥の方までね行ってみますね。こちらにベランダがありますね。
ベランダもねなかなか広いベランダになってまして、正面を見るとねこんな感じの、山の景色といいますか、そういう景色になってますね。実はね奥の方に小さな滝が見えてるんですね。であと結構渓流の流れる音がしてますから、川はね後でちょっと行ってみたいと思います。そして窓側から改めてお部屋を見てみますと、こんな感じの和室になっています。まずこちらにね床の間がありますね。立派な床の間ですけれども、やっぱり床の間があるとね和室って感じですよね。そしてこちらにはポットとお茶のセットがねありました。お部屋にはねテーブルと座椅子がありますよね。そしてテーブルの上にはお茶菓子ですね。こちらは伝統菓子のぶどう氷というふうに書いてます。ちょっとかじってみたんですけども、表面が固めで中はちょっとゼリーみたいな、初めて見たんですけども美味しいお茶菓子でしたね。そしてねこちらの隣のお部屋は、こちらは4畳半のお部屋ということになってます。こちらはね掘りごたつになってまして、冬であればね布団がかけられて温まることができるというお部屋かなというふうに思いますね。でこちらにはねテレビが置いてあって、下の方には金庫がありますね。お部屋全体はこんな感じになってますね。そしてねこちらからお風呂に行くことができます。そしてねまずお風呂の前にね洗面がありました。洗面はねシンクが一つで、こちらにね男性用と女性用の化粧品がありますね。それからこちらにドライヤーがあるということですね。トイレはね一般的なウォシュレット付きのトイレということになってますね。そしてこちらに温泉の分析書がありますけれども、源泉がね5源泉の混合泉ということで、pH が 8.7 のカルシウム硫酸塩泉ということになってます。そしてお風呂がこちらにあります。それでこちらのねシナというお部屋は、内湯とねそれから外に露天風呂があって、どちらも温泉付きなんですね。一応こちらの大丸アスナロ荘では、露天風呂付きのお部屋が6部屋あって、そのうち2部屋が内湯の温泉付きということになってます。まずはねこちらの内湯見てみたいと思いますけれども、全体はね石でできてますけれども、上に木が縁取られていて、そして周りは石と、上の方にこんな感じで木があって、なかなか雰囲気のいいお風呂になってますよね。そして源泉はこちらから 100% かけ流しということになってます。この辺にね湯の花がくっついてますよね。カルシウム硫酸塩泉ということで、おそらくこの白いのはねカルシウムじゃないかなというふうに思いますね。そしてねこちら側にしっかりとシャワーがあって、そしてねこちらのシャンプーが日本人を守る会の宿に来るとあります人を熊笹シャンプーということになります。これ見るとちょっとね嬉しくなりますね。そしてねこちらに露天風呂があります。で露天風呂はねこんな感じになってまして、大きさね1人分、2人ギリギリ入れるかどうか、それぐらいの大きさになってますね。そしてこんな感じで、柵はありますけれども、上の方はある程度開放されていて、屋根もかかっているという感じのまずまずの開放感のお風呂かなというふうに思いますね。源泉はねこちらの奥から出てまして、全体が石で作られたそんな感じのお風呂になってますね。でこちらのお風呂はね後で入ってみたいと思います。そしてちょっとこちらのね大丸アスナロ荘に関して説明をしたいと思います。大丸アスナロ荘はね基本的には3階建てということになってまして、玄関ですね、エントランスが3階にあると。こちらはアスナロ館という塔になってます。それから湯部邸っていう塔と渓流邸という塔があります。で僕らがいるのはこちらの渓流邸の2階208号室のシナというお部屋ですね。でこちらの
ブナとシナですね、この2つのお部屋は露天風呂と内湯の温泉がねついたお部屋ということになります。あと他にですね、1階にあるこちらの4つのお部屋は露天風呂付きのお部屋ということになってます。全体でねお部屋は24部屋ということになります。それからお風呂ですけれども、こちらの大丸アスナロ荘はね、日本人を守る会の発祥の宿ということで、自噴泉応血岩風呂というお風呂、これがねすごいらしいんですね。でそのお風呂はね、階段を降りて渓流側の方に行かなくてはいけないんですけれども、こちらにあるんですね。でこちらのお風呂は平安時代にできたお風呂、場所はそのままということで、下からね源泉が湧き上がってくるということで、そういう形式は保たれてるみたいなんですね。穴が下にあってということで、こちら結構楽しみですよね。それからですね、内湯に関してはアスナロ館に男女に分かれて内湯と露天風呂があるということですね。それからもう一つ、渓流露天風呂、それから小宝露天風呂、男性が渓流露天風呂、女性が小宝露天風呂ということで、こちらの一番端の方の渓流のすぐ近くにあるということで、これもかなりね特徴のあるお風呂みたいですので、これもね後で行ってみたいと思います。大浴場に関してはどれもね撮影の許可をいただいてますので、これから全てねお見せしたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。それからね、お部屋で Wi-Fi が使えます。通信速度も 62Mbps ありますので十分ですよね。ということで、大丸アスナロ荘露天風呂内湯付きのシナというお部屋でしたけれども、いかがでしたでしょうか。はい、それではお部屋のね露天風呂入ってみたいと思います。でお部屋のお風呂ですけども、こちら露天風呂ですけども、ちょっと狭めで、大人であれば1人入れるかなというぐらいのお風呂になってますね。そして、全体はこう石のような、上の方にちょっとこう岩があるような石でできてまして、結構この辺にねカルシウムでしょうかね、沈着してます。そして上の方はこんな感じで柵があって、それから屋根がかかってて、開放感としてはねそれほどでもない感じかなというふうには思います。でお湯はね無色透明で無臭で、特にツルツルするとかそういったこともなくて、源泉はこちらから出てまして、源泉の温度53度ぐらいということで、厚めですね。ギリギリ触れるかどうかぐらいの暑さになってますね。でもちろんね源泉 100% かけ流しということになってます。そしてこちらにはね蛇口があって、暑い時なんかに水を埋めることができますね。ちょっと最初ね厚めだったので、水で埋めてね入りました。やはりお部屋でね、内湯と露天風呂両方ともこういった形の温泉に入れるというのはとても嬉しいですよね。大浴場をご紹介します。大浴場はいずれもアスナロ館の1階からアクセスをします。渓流露天風呂と自噴泉応血風呂は一旦外に出る必要があります。こちらから降りて渓流露天風呂と自噴泉の岩風呂に行くんですけども、結構ねこの階段ね石でできてるんですけども段差がありますので、これちょっと要注意かなというふうに思いますね。そしてこちら側が自噴泉の岩風呂ということになります。まずはちょっとね渓流露天風呂の方に行ってみたいと思います。そしてねもうねこの時点で分かりますよね、川が
豪快に見えてます。渓流ですね。ここで、女性の露天風呂と男性の露天風呂というふうに書かれてまして、こちらが女性の露天風呂側ということになってますね。で、こちらが男性の露天風呂側ということになります。ちょっと行ってみますね。もうね、途中でもう川がこんな感じで豪快に見えて、すごい期待ができますよね。そしてこちらが渓流露天風呂男性ということになります。で、着替えのねスペースはこれぐらいのね、本当に着替えるだけという感じのスペースになってますよね。そしてお風呂はこんな感じです。手前側にね厚めのお湯があって、奥側にぬるめの湯船があるんですけども、ちょっとまず奥までね行ってみたいと思いますが、こちらはねぬる湯って書いてて、こんな感じのもう石のね、なんていうか、掘ってはあるんですけども、もう本当にその場の石を利用したような、そんな感じのお風呂になってますよね。そして奥の方にはこんな感じで川が豪快に見えていて、ずっと奥の方にはね、実はねあの辺に滝がね小さく見えてるんですけども、そんな感じのとても豪快な露天風呂ということになってますね。これはすごいですね。そしてこちらのねぬる湯ですけれども、確かねかなりぬるい感じですね。もしかすると35度とかね、それぐらいのお湯でしょうかね。非常にぬるい感じのお湯になってます。で、お湯の色はね無色透明無臭と。そしてこちらがもう一つのね少し厚めのお湯ということで、2つ用意されてるんですね、お風呂がね。すごいですよね。こちらも下の方にはね石を敷き詰めてタイル状にしてあって、それで周りが岩でね囲まれてて、その辺がねもう滝みたいになってて、かなり豪快に水が流れてますよね。もうほんとこのお風呂、まさに人のお風呂という感じで、上がねもう完全にこんな感じで野天になってますから、自然の中にある露天風呂を味わうことができるのかなというふうに思いますね。そしてこちらがね女湯の子宝露天風呂ということになります。こちらはね着替えスペース結構しっかりしてまして、こういった前室のようなそういったスペースがありますね。で、実はこの奥に着替えのスペースがありまして、広さはね男湯と同じような感じですけれども、女湯だけあってねしっかりとした作りになってますよね。そしてこちらがお風呂です。かなりワイルドな感じですよね。結構苔むしたね岩なんかがゴツゴツたくさんあって、そしてこちらが女湯の湯船ということになります。男湯と比べるとちょっと小さい感じがしますよね。ただやっぱりこんな感じで渓流が豪快に見えていて、雰囲気抜群の豪快な露天風呂になってますよね。これは本当に素晴らしいと思います。はい、それではまず奥のぬる湯入ってみたいと思います。おー、すごい。こんな感じで上の方がね完全に開いてて、まさに露天風呂という風になってます。お風呂に入った状態ではね、周りちょっとこう岩がありますから、川自体はあまり見えないんですけども、少し乗り出してこんな感じで川を見ることもできるという感じですね。もう本当にね自然の中にいてお風呂に入ってるという感じのお風呂ですね。結構ねこの辺りにもみじなんかがたくさんあって、広葉樹もたくさんありますから、
今もねなかなか新緑の時期でとても綺麗なんですけども、紅葉の時期なんかもねすごくいいのかなというふうに思いますね。そしてこちらがもう一つのね湯船ということになります。こちらの湯船はかなり大きめの湯船で、大人 4,5 人入れそうなぐらいの湯船になってまして、でこちら入ってみると結構深めの湯船になってて、で周りのこの岩とね、それから山の景色、上は完全に開いてますから、もう本当にね自然の中にあるお風呂という感じになります。こちらの湯船に関しては少し高めの岩の上に座るとね、こんな感じで豪快に渓流が流れてるのを見ることができます。もう本当マイナスイオンたっぷりって感じですね。これは本当素晴らしいと思います。お部屋の数が24部屋ということですので、それほど混み合うこともなく、今みたいに時間帯を選べば1人で入ることが結構できるのかなという感じのお風呂ですね。こちらから源泉が出てますけども、無色透明無臭でね、非常に入りやすいお風呂になってるのかなというふうに思いますね。それにしてもね、これだけの自然の中のお風呂に入れるというのはすごいですよね。こちらがね自噴泉の岩風呂ということになります。自噴泉応結岩風呂というふうに書かれてますけども、男性と女性入れ替え制になってまして、男性に関してはチェックイン日もチェックアウト日も遅めの時間ということになってます。そして日帰りに関しては、混浴ということになってますね。でこちらがね着替えのスペースになってまして、木でできてね、なかなか新しい感じのスペースになってますけども、脱衣スペースはねそれほど広くはないのかなというふうに思いますね。そしてこちらの階段をね降りていって、そこにお風呂があるんですね。そしてこちらがね自噴泉の応結風呂というお風呂になります。これはねなかなか雰囲気のいいお風呂ですよね。そして面白いのね、下にこんな感じで穴が2箇所あるんですね。でこちらの穴に関しては昔ここの下に川があって、なんと平安時代からねずっとこの穴から源泉が湧いてくるということで、非常に歴史のある源泉ということになりますよね。もちろんねお風呂自体は比較的新しいので、そんなに昔にね建てられたものではないと思いますけれども、ずっと湧き続けているということで、それは素晴らしいなというふうに思いますね。そしてねちょっと面白いのは、こちらに仏像のようなそういったものが置かれてますよね。これも何かこうね歴史を感じるといいますか、神々しいものを感じるのかなというふうに思いますね。一応こちらに蛇口はありますけども、洗い場という感じにはなってませんので、こちらのお風呂では体は洗えないということになってます。でこちらのね穴のあるお風呂ちょっと入ってみました。周りね結構こんな感じでこう石で固められたような感じになってまして、湯船深めになってますけども、この真ん中はかなり深くなってまして、足をね入れてみたんですけど、特にこう熱いお湯がね湧いてくる感じはあまりはっきりはしなかったですね。この穴からもね出てきてるみたいですけども、そちらのね少し隙間があるんですね。その辺からもポコ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 こんな感じで見えますかね。時々ねあぶくが出てくるんですね。これがおそらく源泉がね湧いてきてるのかなというふうに思いますね。平安時代からのね歴史を感じて入ることができるお風呂ということになりますね。続いて男性の大浴場アスナロ湯の男湯をご紹介します。こちらがね男性の大浴場の脱衣所と
いうことになりますね。お部屋が全部で24部屋ですので、これぐらいあればね十分かなというふうに思いますね。そしてこちらにはね洗面がありまして、シンクが2つありますね。アメニティもねひげ剃りとか櫛なんかが揃ってます。それからこちらには男性用の化粧品や綿棒がありますね。ドライヤーもこちらにあります。そしてこちらが男性の大浴場の内湯ということになります。まずは露天風呂からご紹介します。5、6人は入れそうな比較的広い露天風呂になってますよね。結構浅い感じに見えますけれども、全体が石と岩でできていて、なかなかいい雰囲気ですよね。上に屋根はかかってますけれども、奥の方はね完全に開放されてますので、開放感もまずまずありますよね。そしてこちらが男性の大浴場の内湯ということになります。全体は石でできていますけれども、上に木がね縁取られてますよね。奥の方にはね大きな岩があって、その間からね源泉が流れてきています。洗い場もね十分に用意されてますよね。アスナロ湯の女湯をご紹介します。こちらがねアスナロ湯の女湯の脱衣スペースということになります。ほぼね男湯と同様かなというふうに思いますね。洗面も用意されてますね。そしてこちらが女湯の湯船ということになります。こちらもね大きさ、それから石と木でできた作りなんかもねほぼ男湯と同様ですよね。洗い場もねしっかりと用意されてますね。でこちらがね女湯の露天風呂ということになりますけれども、こちらはしっかりとね柵で囲われていて、見えないようにね配慮されてますよね。湯船のね大きさや素材はね男湯と同様かなというふうに思いますね。はい、では今から夕食を食べに行ってきます。夕食会場は2階のアスナロ亭萩の間でした。個室の会場でテーブル席でした。こちらが夕食のメニューです。ドリンクはシンプルですが、日本酒からワイン、ビール、ソフトドリンクまで一通り揃ってます。今回も秘湯ワインと秘湯ビールを注文しました。秘湯ワインは辛口でコクのあるワインです。秘湯ビールは日本で唯一ブナの天然酵母から製造したビールです。癖もなく飲みやすいビールになっています。食前酒は天栄村の地酒。こちらが前菜です。こちらは山菜、お重になっていました。こちらは炊き合わせ。こちらは酢の物。お作りはサーモン、ブリ、刺身こんにゃくでした。先付けは吹きのごま味噌和え。そして松茸の土瓶蒸し。葉山高原豚の陶板焼き。こちらは子供用のお膳です。品数は少なめでした。この中でこの器の中で一番目が引くのはやっぱりこれだよね。そうね、それね。あ、本当だ、カレー粉の匂いがしてる。味うずらだって。うん。カレー粉だね。なんかこのさ、大葉にさ、ちょっとこう乗ってると、上品じゃなくて、これ全部くるんでもう一口で食べたくなる。豪快に食べたくなるね。吹きもすごいシャッキシャキしてる。やっぱり包んで食べるのがいいんじゃない？
ちらが松茸の土瓶蒸しということで湯気が出てきてますこんな感じです。やっぱりさ、こんなやっぱ山奥来たら山のものだよね。美味しい。美味しい。おだし。中どうなってんのか。もしかして銀杏が入ってるんじゃない？ほら入ってる。あ、入ってる。エビと銀杏、鶏肉、松茸。これ三つ葉かな。松茸ね。いろいろね、いろいろ入ってんだよね。松茸だけじゃなくて鶏肉とか。これもも肉かな、もんじゃないな、胸肉かな。銀杏とエビセットで色鮮やかですね。最初さ、こう席に座った時にこの炊き合わせのこのお椀の蓋開けたらすごい湯気がふわーっと出てきて、作りたてなんだなって感じ。丁寧に作ってるんだなって感じ。そうだね。ナスだねこれ。どうやって食べる？かぶりつくしかないね。柔らかい。すごい。サーモン大好きなんだよね。いっぱいわさびいっぱいで、すごいね。このお魚がさ光ってるよ。すごいなんか美味しそう。本当にもう見た目からしてブリだって美味しそう。なんでこんなに油が乗ってんのかな。美味しそう。おいしい。やっぱりさ、山奥に来て山の幸を食べれないなんてありえないよね。期待通りって感じ。焼き物はイワナの塩焼き。お魚来たね。骨まで柔らかいって言ってるよね。これはね、うわ、この歯すごいカリッカリに焼いてる。これまたすごいね。いく？頭からいく？いけるかな。うまい。あ、本当だ。骨までが柔らかい。いけるいける。全然大丈夫。カリッカリに焼き方上手。すごい。これうまいね。美味しい？イワナの大きさもちょうどいいわ。頭から食べるの恒例になってきたよね。でも頭から食べられたら焼き方が上手ってことだよね。そうそう。もう全然食べられるよ、パクパク。でこのさ、お豆がさ、花豆って言ったっけ。それがちょうどあれなんじゃない？こっちがしょっぱくてこっちが甘くて。なるほどね。いい食べ合わせって感じ。お口直しに甘いものどうぞって感じだね。そうだね。美味しいです。すごいね。もうこれしかない。ごっつんです。天ぷらはナス、シシトウ、レンコン、ヤーコン、さつまいも。レンコンとナスとヤーコンね。本物かな。そうそうそう。揚げたて食べないとね。そうだね。シシトウ。
サクサク。エアコンとナス気になる。エアコンレンコンに似た食感だけど、でもレンコンより甘い。やっぱ天ぷらは揚げたてだな。ナスが普通はさ、この半分ぐらいでさ、もうちょっと面積がでかくてさ、そうだね、ナスはね。ね、どんな感じ？すごいジューシー。ほら、葉山高原豚の陶板焼きができてきました。ご飯は天栄村の天栄米。味噌汁は網茸の味噌汁。こちらはお新香。デザートは白玉小豆とメロン。柔らかいね。山のきのこだよ。美味しい。美味しい。漬物も美味しそうだな。こんなにさ、山奥まで来てさ、立派な料理が食べられるってすごいと思わない？ここまで来るのに時間かかったからね。すごかったね。すごかったよ。くねくね道をね来て、本当にさ、良かったなって思うわ。こちらがデザートの白玉小豆。こちらはメロンですね。夜はこんな感じで布団を敷いておいてくれました。では今から朝食を食べに行ってきます。朝食も夕食と同じくアスナロ亭萩沼でした。こちらがね朝食ですね。すごい豪華ですよね。でこちらがサラダ、それからなめこですね。あとは焼き鮭、これは玉こんにゃくですね。あとは明太子かな。こちらがきんぴらごぼうですね。それから茶碗蒸しと、あとは海苔もねしっかりと大丸アスナロ荘のロゴが入ってますね。こちらがお新香。あとは味噌汁、豆腐の味噌汁、豆腐となめこの味噌汁ですね。あとはこっちがね鶏汁ということになってます。鶏肉ときのことネギですかね、入ってますね。焼き鮭いただきます。なめこですね。こちらがサラダですね。こちらが味噌汁で豆腐となめこですね。こちらは茶碗蒸し。これが鶏汁ですね。ネギとか水菜とか、あとね鶏肉とねきのこが入ってます。いい感じで出汁が出てますね。チェックアウトです。最後に人を守る会のスタンプをいただきました。今回の宿泊費は家族3人で63,250円でした。二俣温泉大丸アスナロ荘いかがでしたか？人好きにはたまらない素晴らしい宿泊でした。これからもいろいろな宿をご紹介してまいりますので、チャンネル登録の上引き続きご覧ください。